ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、中国の映画館で先週公開されたニューライという謎めいた低予算アニメ映画が予想外の大ヒットになっているという話題についてよ。現在、その映画のあまりのひどさが口コミで広まっていて、中国全土の SNS を席巻する大ブームになっているの。さらに、その評判が海外にまで広がることを恐れて、中国の国営メディアが焦りまくっているという異例の事態になっているの。ひどすぎて大ヒット？ナンバシトット。普通は面白くて感動するから大ヒットするんやろ？クソ映画って呼ばれる映画は世界中にいっぱいあるけど、それがブームになって何億円も稼ぐなんて聞いたことなかばい。しかも中国の国営メディアが焦るって一体どんなヤバい映画なん？今日はニューライという映画がどれほど悲惨なクオリティでなぜここまで大ヒットしたのか。そして内装業者が作ったと噂される謎の素人監督の正体と中国政府が抱えるプライドの葛藤について徹底的に解説していくよ。この映画の騒動は AI が発達して超美麗な CG が当たり前になった現代において一周回ってあまりにもひどすぎるものはエンタメになるという人間の好奇心の恐ろしさを証明する歴史的な珍事になっているのよ。ひどすぎてエンタメになる。ネット民が一番大好きなツッコミどころ満載のネタ映画ってことたいね。でも、国が管理しとる中国で、そんなもんが流行るなんて、裏でお偉いさんたちが頭抱えとる姿が目に浮かぶばい。うちが、視聴者のみんなの代わりに、そのクソ映画っぷりに、ガンガン毒舌でツッコミ入れさせてもらうけん、しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、この、ニューライという映画は、8月5日に公開されたの。でも、最初の9日間でのチケットの販売額は、なんと、わずか995ドルにとどまって低迷していたの。995ドル？日本円で言ったら15万円くらいやん。映画館で上映されとるのに、数人しか見に行かんかったってことたいね。完全に大爆死のスタートバイ。それが、どうやって大ヒットに化けんと？それがね、この映画を見た数少ない勇者たちが、SNS で、あまりにもひどすぎる、と面白おかしく拡散し始めたの。すると、そのひどさが、口コミで一気に広がって、公開からわずか数週間で、興行収入は100万ドルを突破してしまったのよ。そして、17日の時点での劇場での累計興行収入は、なんと、約250万ドル、約3億7千万円にまで達しているんだよ。3億7千万円？クソ映画を見たさに、何十万人もの人が、映画館にお金払っていっとるってこと？どんだけ暇なんと。でも、中国ってネットの検閲とか厳しいやん。そんなふざけたブーム、すぐに国から消されたりせんの？そこが面白いところなんだけど、この映画に関する議論は、ウェイボーやドーインといった中国の主要な政権管理下のソーシャルメディアを完全に席巻しているの。でも、映画自体には政治的な内容が全く含まれていないと報じられているから、中国政府は検閲措置を一切講じていないのよ。だから、ネットユーザーたちが好き勝手にお祭り騒ぎをしている状態なの。なるほどね。政治批判とかやったら一瞬で消されるけど、ただのクソアニメの悪口やから、政府も、まあ、毒にも薬にもならんし、好きにさせとけってスルーしとるわけやね。で、肝心の内容はどんな話なんと？サウスチャイナモーニングポストの報道によると、ニューライは、子牛とヒバリが登場する夢の場面を中心に展開し、愛、勇気、忍耐、犠牲について主人公に教えるというストーリーらしいの。ふんふん。子牛と鳥が出てくる夢のお話。なんか地面だけ見たら、小さい子供向けの普通の教育アニメみたいな感じやけど。でも、実際に、オンラインでこの映画を見た人々のコメントによると、ストーリー展開が信じられないくらい複雑で、全く理解しにくいそうだよ。さらに、視聴者から最も激しく酷評されているのが、そのアニメーションの質なの。絵がやばいってことね。どれくらいやばいと？四角くてピクセル化された無表情な目とロボットのような動きをするキャラクターが登場するのよ。海外メディアの ABC ニュースは、この映画を信じられないほどひどいと評するオンライン上のコメントを引用しているし、中国の国営紙である環球時報も、オンラインユーザーが AI が生成したアニメーションよりもひどい。大惨事レベルと不満を述べていることを伝えているの。AI よりもひどい大惨事。今時、無料の AI ソフトでも、そこそこ綺麗な絵が作れるのに、それ以下のロボットみたいな四角いキャラクターがカクカク動いとるんやね。プレステ1の初期のゲームみたいな感じなんやろうね。そりゃあ大画面の映画館で見たら、あまりのひどさに笑いが止まらんばい。
実際に中国デジタルタイムズが紹介した鑑賞体験の生存者からのコメントでは、1時間見て1時間笑ったと投稿されているくらいだからね。中には、この映画のことを国内映画史におけるしょんべん期だと強烈に批判する人までいるんだよ。鑑賞体験の生存者。映画館から生還した戦士みたいな扱いになっとるやん。映画史のしょんべん期ってこれ以上ないくらいの最高の侮辱罪。で、そんなやばい映画、宣伝とかはどうなっとったん？ポスターとか見たら、これやばそうって普通気づくやろ？実は、そこが、この映画の、最も前代未聞なエピソードの一つなの。この映画は、事実上、宣伝もほとんど行われていなくて、準備が非常に不十分だったの。だから、中国の映画館が、この映画を上映しようとした際に、なんと、公式の映画ポスターが存在しないことに気づいて、対応に苦慮したんだよ。はぁ？公式のポスターが存在しない？映画館で上映する映画やのに、ポスター1枚作っとらんかったと？なんばしとっと。じゃあ、映画館の人たちは、どうやってお客さんに宣伝したんと？仕方がないから、映画館の従業員や熱心なファンたちが、自分たちの映画館で上映されていることを観客に知らせるために、ポスターを自作するという事態になったのよ。ファンの中には、その手書きのポスターを見て、映画本編よりも質の高いアートワークだと冗談を言う人までいるくらいなの。映画館のバイトのスタッフが手書きでニウライやってますって段ボールに書いて貼っとる姿を想像したら腹抱えて笑うばい。映画本編より手書きポスターの方が絵がうまいってもうギャグ漫画の世界やんか。しかも、ウェイボー上にある公式のニウライのページ自身が宣伝のために作られたこの映画について映像、ストーリーテリング、その他の面で劇場用アニメーションの確立された業界基準を満たしていないと自ら主張していると報じられているのよ。公式が、うちの映画は基準を満たしていませんって自白しとるん？もう開き直ってクソ映画として売ろうって作戦に変えたんやね。たくましいというか、厚かましいというか。でもさ、そもそもこんなレベルの低い映画、誰が作ってどうやって映画館で上映できるようになったんと？中国の映画界ってそんなに審査ガバガバなん？ここで、この映画の背後にいる素人監督の正体と、その怪しすぎる制作会社の裏事情という確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、この映画の起源は、依然として、ほとんど謎に包まれているの。複数の中国メディアの調査によって、監督は、陳友門という人物だと特定されているわ。陳監督ね。その人は有名なアニメのクリエイターなんと？全くの無名だよ。驚くべきことに映画制作に協力した人物としてクレジットされているのは陳監督の母親であるソン・リーファンという人物ただ一人なのよ。お母さんだけ？じゃあ監督とお母さんの二人三脚で作ったってこと？家族のホームビデオか。さらに怪しいのがこの映画の制作会社として登録されている会社なの。大連軽減装飾工程有限公司という会社なんだけど、この会社は2021年以前はなんと内装業として登録されていたの。それがその後突然映画、テレビ制作会社に社名変更したと報じられているんだよ。内装業者？壁紙貼ったり床直したりする会社が急にアニメ映画作りますって言い出したと？そりゃあ絵がカクカクのロボットみたいになるわけたい。専門外にも程があるばい。中国メディアで出回っている映画の宣伝を目的としたとされる秦氏へのインタビューが公開の3日前にあったの。その中で秦氏は映画の制作に5年かかり、両親の援助を受けながらすべての機材を自費で購入したと述べているの。この5年前という時期はまさに大連のその会社が内装業から撤退した年とピタリと一致するのよ。なるほどね。内装屋の息子が、俺、アニメ映画作りたいって言い出して、親の金でパソコンとか機材買って、5年間引きこもって作ったのが、この、ニウライってことたいね。ある意味、親の愛の結晶やん。秦氏は、インタビューで、映画のアニメーション制作に、AI を使用していないことを強く強調していて、映画制作を始めた当時は、AI モデルが広く普及していなかったと述べているわ。ただ、海外メディアの AP 通信が、秦氏に直接連絡を取ろうとしたんだけど、彼が実際にニウライの監督であることを確認することはできなかったと報じられているの。逃げとるんかな？でも、AI を使わずに手作業で全部作ったのは本当やろうね。だって、AI 使ったらもっとマシな絵になるはずやもん。
でもさ、こんな素人が親の金で作ったホームビデオみたいなアニメがなんで中国全土で3億7千万円も稼ぐようなブームになってしまうたん？それは完全にネットの悪ノリの力だよ。でもね、この異常なヒットに対して全く笑えない状況に追い込まれている人たちがいるの。それが中国政府と国営メディアなのよ。あ、最初の方で言いよった国営メディアが焦りまくっとるってやつやね。なんで彼らはそんなに焦っとると？中国で最も有力な英語のプロパガンダ機関紙である環球時報は16日にこの映画の国内での成功に驚嘆したんだけど、同時に非常に深刻な懸念を表明したの。この映画の評判が海外に広まることで国際的な視聴者が中国映画制作の質について不当に否定的な印象を持つのではないかってね。中国のアニメって内装屋が作った四角い牛のクソアニメなんでしょ？で世界中からバカにされるのを恐れとるわけやね。プライドが高い中国政府からしたらそりゃあ許せん話芝居。特に中国のアニメーション映画産業の評判が損なわれることは政権にとって深刻な打撃となる可能性があるの。なぜかというと、昨年にナタ2という国産の超高品質なアニメ映画が世界歴代興行収入第1位の座を獲得するほどの大成功を収めたばかりだったからなの。あ、そのナタって映画、日本でもちょっと話題になっとったばい。めっちゃ CG が綺麗でアクションがすごいやつやろ。そうなの。昨年のそのナタの勝利を受けて中国の国営メディアは中国が事実上ハリウッドを追い越して世界一の映画産業となる準備が整ったと大々的に豪語して世界中に自慢していたの。それなのにそのたった1年後にポスターも手書きの素人クソアニメが国内で大ヒットしてしまったからせっかくハリウッドを超えたと宣伝したのにこんな恥ずかしい映画が流行っているとバレたら国の恥だと焦っているわけなのよ。ギャハハハ。うちの国のアニメはハリウッドを超えましたってドヤ顔しとったのに自国民がこぞってクソアニメに熱狂しとるんやからはしごを外された気分やろうね。政権公認の専門家たちはなんて言いよると？政権公認の業界専門家であるチャンポン氏は環球時報に対してこう語っているわ。真に質の高い映画こそが映画ビジネスの中核であり、ニューライは集客力によって築かれたバブルの産物であり、中国の映画ファンの真の思考を示すものとして扱うべきではない、で必死に火消しをしているのよ。これは本当の中国人のセンスじゃありません。ただのバブルです、で必死に言い訳しとるんやね。見苦しい場合。さらに、チャン氏は、ニューライは、好奇心と社会的影響力によって人気を博しており、観客は流行現象の一部であるという感覚を得るために、実質的に割増料金を支払っているだけだと、冷静に分析しているの。映画館が上映を追加しているのも、映画の質を評価したのではなく、ネットの話題に屈しているに過ぎない。投機的な映画制作や好奇心を刺激するマーケティングを再現可能な公式だと勘違いしてはならないと強く警告しているんだよ。専門家のおじさんが必死にこんなの映画じゃないって叫べば叫ぶほどネットの民は余計に面白がって見に行くに決まっとるやん。ここでこの映画や政府の反応に対してネットのユーザーたちはどんな反応を示しとるんか教えてよ。ネットユーザーたちもこの騒動を心底面白がっていていくつか反応を紹介するとね、政府がハリウッドを超えたと言った直後にこれだよ。中国のネット民のユーモアセンスは最高だな。お母さんと二人三脚で作った5年間の努力の結晶だと思えば、1時間笑えるのはむしろコスパがいい。クソ映画だと分かって見に行くのが今のエンタメ。専門家はマジレスしすぎでダサい。映画史の小便器というパワーワードが好きすぎるという風に、専門家のマジレスを笑い飛ばす声や、素人監督の努力をネタとして楽しむ声が殺到しているのよ。視聴者はちゃんと分かって楽しんどるばい。ちなみに、この映画を擁護する人たちもおるって聞いたけど、そうそう。一部の熱狂的なファンたちは、クソ映画と批判する人々に対して、こんな斜め上の擁護をしているの。AI が 4K の高精細アニメーションを生成し、映画が毛穴レベルまで特殊効果を駆使する現代において、ニューライ監督が、この荒削りなスタイルの芸術を維持できていることは、容易に理解できる。それは、デジタル資本主義の大量生産に対する抵抗なのだってね。デジタル資本主義への抵抗。ただ技術がないだけなのに、現代アートの高尚なメッセージみたいにこじつけて絶賛しとるやん。中国のネット民、大喜利のセンスが高すぎるばい。本当にそうだね。政府がどれだけ質の高い映画だけを見てほしいと統制しようとしても、人間の怖いもの見たさや B 級映画を笑い飛ばしたいという純粋な好奇心は決してコントロールできないということがよくわかる騒動だったね。
エンタメの力は偉大ばい。どんなに国が管理しようとしても、素人が親の金で作ったクソアニメが100万ドル稼いでしまうんやから。これからもこういう笑えるバカバカしいニュースがあったらどんどん取り上げていくけんね。ということで今日は中国で大ヒットした謎の低予算アニメニューライト、それに焦る国営メディアという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。